パクト。私たちがインパクトだから名前もこっちメインの2が行ってまいります。美味しいか美味しくないかじゃないかなと思っております。やるしかない。ご家族でやられてると思うんですけど、はい。10年ぐらいですよ。今13年目、12年目。12年目。もともと新聞の配達の会社さんやられてて、販売所をやってた。そこからお好み焼き屋さんにってことですね。そうですそうです。まあじゃあね、一緒に働いた方が楽しいしね。いやいや楽しいわね。やっぱり今日家族で働くのは難しいですから、ね。あ、それはね、どこも言いますね。四六時中一緒になるから。そうそうそう。力仕事はお父さん。ああ、そういうことですね。こだわりが。卵がなんか出汁の味がするんですよ、これ。あ、入れてるんですか。卵屋さんが鶏に。ああ、そういう卵ね。なんか鶏に昆布の粉。まだ次が。昆布の粉を食べさせていただき。餌として。はいはい。だからこれ昆布の出汁の味がするんです。すごい。お好み焼きのために生まれたみたいな。そうですね。そういうことなんです。そうそうそうね、なんかね。鉄で。あ、じゃあ鉄板屋さんというか作ってもらう。鉄工所で。鉄工所か。マッチングだと思うんですよ。だからどれかが強すぎても良くなくて、お肉にしろキャベツにしろ卵にしろ工夫いうもんはなくて、ただマッチングですよね。それだけで美味しいか美味しくないかじゃないかなと思っております。行ってまいります。お世話になります。作り手が違ったら味とかもなんかあるみたいで、キャベツとかも握る量とか男の人だといっぱい入ったりとかして、だから測ってるとなんか均等になるような感じがします。キャベツと麺ぐらいですか？そう
ですね。まあ肉もまあ、うちはあんまりもやしはたくさん入れません。あ、本当ですね。ちょっとしか入ってないですね。もやしが好きな人には悪いけどね。いやいや。キャベツがどちらかといったら多いかな。ソースをあまり入れてほしくないみたいなことを言われて、そういう人もいますよね。それであめたらお好みの味が分からなくなるっていうお客さんがいて、あんまりならない。結構どこが多いみたいです。ソース食べてるのか、お好み焼き食べてるのか分かんないみたいな。で結構お年寄りの方はあまりソースをつけて食べてないという方が多くて、それであまりならないようにしたんですよ。そしたらこれくらいが私はちょうどいいっていうお客さんも多くて、なので最初からあまりならないようにして、あとは置いてあるソースで皆さんかけてもらったらっていうので、あまりならないようにしました。あ、じゃあなくなったら切るって感じですね。そんな感じです。はい。おかえりなさい。最初の頃はこの真ん中に火が通ってなくて、初めてぐらいの時はお客さん結構残されて帰られてたんですけど、それで焼くまでに慣れるまでに3年くらい。鉄板が新しかったから。あ、そうか。鏡みたいだったんですよ。最初自分たちが映るぐらい。今傷でこんなになってるんですけど。お父さんが最後にいつも磨いてます。6時半で。はい。朝日新聞さんです。同じ業種。会社が違うだけで。会社が多くて、金曜日の昼は会社で、その後から一般の人はあまり来なくて、夜の方が一般の人が多いです。やっぱり明日休みだから。だから主婦の人は楽したいって来られた人多いですよ。外も暑いから料理したく、換気扇の下にいても。汗かくから楽したいからお好みっていうね人もいますね。アサヒビールの人は綺麗なお店を知ってるから綺麗なとこしか行かないってわかります。大事ですね、この。大事ですよ。いつも車で来られたお客さんは前の道路が危ないから見送るんですよ。あ、もう一回ですか。見送るんですよ。あ、見送るんですか。車が入ったらなるべくお見送りする。優しいですね。素晴らしいです。
回こう下味をつけてる。そうなんです。はい。朝お姉ちゃんがやってるんですか。あ、キエさんが。あ、そうです。はい。そのソース会社でまた関わってるところで結構人気店があるんです。三八さんとかも近い。そうですね。味が近くないですか。そうですね。もう大元、もともとほんまの東雲にある三八の今もう3代目になったよね。もうね。前はちょっと女の人がやりよっちゃったんだけど、それは娘さんで、で大元はお父さんがやりよっちゃって、行きました行きました。お父さんが三つ葉ソースで研修しよっちゃったりしよっちゃったんです昔。そういう三八もそのサーフーズというソースだから前の社長と好意にしとっちゃったんですけど、だからですね。その麺を焼いたり天かすが焼いたりするとこ似てますよね。そうだからみんな同じような感じで。やっぱりどうやったら売れるか思ってみんな悩んでるんだけど、でも一番やっぱり長い間それを面に向き通すことがお好みの秘訣なんかも分かりませんね。なのでそういうところは多分この押し金を使いたい。やってないですね。それかまあこれは重たいからって言って省くところも今はあってかもしれないですけど、あそこが基本なので、だいたい似た作り方をしてると思う。いいですね。こう新しい人たちがこうどんどんやってると広がっていくんですね。あれ美味しいですか？ここのお好み焼きは。なんか美味しいチョコレートを前もらいました。折り紙とかも折ってあそこにもらって男の子と女の子が作ってくれて飾ってるんですよ。もうね、みんなが綺麗じゃ綺麗じゃ言ってたけどね、せんにゃいけんようになってしまうてから言った方がいいですね。じゃあ言い続けた方がいい。いつだけで大変ですよ。もっとね、普通汚れてますもんね、油でね。まあ汚れたら汚れたでね、今度掃除屋さんに来てもらうでしょうとお金かかりますから、自分でするのが一番ですよね。自分でから金出して座り込んでからこうやって作るのだんだん目が見えんようになって汚れが見えんようになってきてるか分からんけどでもまだ綺麗じゃ綺麗じゃ言うてくれてるだけ。もう一回と言います。あ、すいません。じゃあ行ってきます。ください。ちょっと答えづらかったらあれですけど、今お父さんとお母さんいらっしゃらないからですけど、こうお二人が一緒にやろうっていうのはこうきっかけがあったんですか？例えばお姉ちゃんがもうやるかもしれなかったとか。いや、私たちが双子な分ずっと高校も小中高と一緒に行ってきたんですよ。はい。で高校もねずっと一緒で同じ学校にで就活もしたけどお互いダメで見つからなくてフリーターみたいな感じでずっとやってて、急にお母さんお父さんがね辞めるっていう話になって、で辞めるのを知ってたんでしょ、新聞屋さん辞めるっていうの。夜呼ばれて、呼ばれて、誰です？お母さん。お父さんに、前触れもなかったんですよ。呼ばれて、何って言ったら、なんか渋谷辞めてお好み焼きやろうと思うって言われて、
えってなるじゃないですか。なるなるなる私たちもどうしようって思ってやらないってことです。言われやりたんですね。やりたいっていうよりも急な話しすぎてびっくりしてかったんで断る理由がない。ずっと自営業だったからお母さん、はい常になんかそばにいる感じで勤めに行くっていうのを見たことなかったから、これでやめて私たちが断ったら外に働きに行かないといけないって思った時あにこの年で、私はそう思って私は違う。あ、ちょっとそこは違う。これはちょっと断るにも断れんなと思って、私はやるしかないかみたいな感じで、お姉ちゃんは違うみたいな。お姉ちゃんは違う。私やりたは一緒にやりたかったとか。やりたい気持ちは薄くてでもなんかお父さんの決め台詞みたいなのがなんかあったのか、お父さんのなんか印象的だったのが、お父さんがなんかわしらじゃできんけんみたいな、2人がおらんとインパクトがないとインパクト。私たちがインパクトあってだから名前もこっちメインの2人がだってキャラクターも A と S って書いてありますよね。あそこそうエプロンにね。私ら頭文字みたいな感じ、そのためかみたいなやめれんねみたいな、そう言われたらもうしょうがない、やるしかない。もうそんななんか2人はもうじいさんばあさんになったらもうできんしとか言われたらさすがになんか心配にもなるし、なりますよね。だからやるしかないってなったよねで謝るだからね、みんな家族一緒に働けていいじゃないですか。まあ大変ですよ、いっぱい。なんかいろいろ言えることがね、結構ストレートだからみんな。ぶつかる時もあるし、泣きながら焼く時もあるし、前の日に泣きまくってその顔でやる時もあるし、もうお客さんとか常連のお客さんとか仕事で？そう、仕事先ここで喧嘩してなんか朝喧嘩するんです。家族で？親子で？そうそう、まあ、お父さん、お母さんは喧嘩しない。私とお父さんが可愛いさっちゃんと基本的にお父さん。どっちが喧嘩するとかあるんですか？二人とも？両方します。両方？二人で喧嘩もしたし、こことも喧嘩するし、お父さんとこの二人って言って出て行って。家に帰るんですとか回って帰ってくる。コンビニ行って帰って泣いてやるところここしかない、戻ってくる逃げ場がなくて家帰ってもいるわけですからね。そうでなんか泣いてその顔でやってると常連さんも顔知ってるからなんかあったんじゃないかみたいな、あえて話しかけてこない言えないですよね。目腫れてるけどなんて。申し訳ないよね、お客さんにね。気を使ってもらって。マスクがね、あるけんちょっと助かったね、助かったけどいろいろあるよね。でもよかったですね。一緒に働いてくれてる。ついてくれてるって言い方。まあ我慢してやってくれてるんだと。
2キロいろいろはありました。1分でしたよ。30分でやったらこれは餅、これはイカ天。いいよいいよ。あ、イカ天な。イカ天ないで餅。こっちは。これがそば。うどんのチーズ。これがイカ天と餅。
ぬいぐるみですよ。ぬいぐるみですよ。いつでも食べてる。はい。注文してくれる人で。もしもし、電話かかりました。ああ、いいです。はい、すみません。これが辛口のソースになってて、10倍の辛さで。10倍。少しだけじゃ食べちょっとだけ。辛さにもね、いろいろあります。結構人気ですよ。でも。お好み屋になってからそうあれですけどね。だいぶもう変わりました。丸くなって。丸くなった。でも若い時より、全然怖がってて。絶対私らと結婚したくないって言われます。男子に早く帰った方がいいよって促されるんです。お父さん芸人怒られるよって怒られるから早く帰った方がいいよ。いちいちなんか友達が心配してくれて、なんかお父さん好きな人多いです。はい。友達も男の子は結構なんか苦手な人みたい。それは可愛いって言うんですよ。そうなんですよ。お父さん可愛いって言うんですよ。女の子。怖いって。なんか分類される。男性に厳しい。話しかけにくい。わかる。わかる。どうするの？知らないよね。なかなか万人受けるのは難しいので、どう味は共感してもらえる方にだけで十分です。万人向けは難しいから。それで。どうもじゃあありがとうございました。ありがとうございました。来てください。